はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日はですね、斜視の手術についてお話ししていきたいと思います。そもそも斜視とは何なのかと言いますと、目の筋肉の異常のために一方の目がある目標を直視しようとするときに、もう一方の目はそれとは別の方向を向いてしまう病気です。大きく分類すると、黒目が内側を向いてしまう内斜視っていうものと、黒目が外側を向いてしまう外斜視っていうものに分類されます。その他にも上を向いてしまったりだとか下を向いてしまう場合もあります。で、その中で私はですね、先天性の生まれつきの外斜視でして、黒目が外側を向いてしまう状態でした。手術をする前の斜視の状態はこんな感じです。はい。もう子供の頃からそれがすっごいコンプレックスで、まだ周りもそんなに理解もないので、どこ向いてるかわかんないとか、あとはガチャ目だよねとか、論破ってるよねとか、そういう風に心ないことを言われることも多々ありました。で、私はですね、小学生の時に左目の斜視の手術を行いました。はい。で、その時の記憶はあんまりないんですけど、手術をした後一時期は治ってたみたいなんですけど、もういつの間にか物心ついたあたりからは斜視に後戻りしていました。で、後戻りしてしまってからは、2度目の手術をする24歳まではずっと斜視の状態で生きてきました。ではなぜ私が2度目の斜視の手術を受けようと思ったか、理由は2つあります。はい。まず1つ目は、目がものすごく疲れるからです。で、基本的にですね、斜視の人というのは、両目で物を見るっていうことが非常に難しいです。はい、私は全くできませんでした。じゃあどうやって物を見てるかっていうと、私は左目が利き目なんですけど、その利き目で物を直視するっていう感じですね。基本的にはもう左目だけをずっと使ってるような状態でした。その当時歯科衛生士をやってたので、毎日拡大鏡をつけて仕事をしてました。拡大鏡をつけますとただでさえ目が疲れるんですけど、拡大鏡をつけてても片目だけで物を見てたので、もう左目がものすごく酷使されまして、気づいたら左目がずっと痙攣してました。で、他にも眼性疲労から来る頭痛がすごく激しくてですね、もうほぼ毎日夕方になると頭が痛くなってしまいました。あと私はバイクに乗るのが好きなんですけど、運転に集中しようとするとすごく目を酷使します。バイクに乗ってだいたい 3,4 時間ぐらいでもう運転できないぐらい疲れてしまうような状態でした。そのため長距離ツーリングも全然できなかったです。そして2つ目の理由は、ミッチーとツーショットを撮るため。はい。ミッチーこと及川光弘さんのファンクラブイベントでミッチーとツーショット写真が撮れるっていう素晴らしい企画があるんですけど、私はですね、写真を撮ると必ず黒目がどっか変な方向を向いてしまうんですよ。ミッチーとの大切な写真なのに斜視の状態で写りたくない、もうそう強く思いまして、斜視の手術をする決意をしました。はい。そして2018年の8月に眼科を受診しました。で、私が行ってた眼科は斜視専門の先生が月に1回来ているちょっと大きめの眼科に通っていました。初診から約半年間月に1回、眼科に通院しまして、いろいろな検査をしました。で、視力検査だったりとかプリズムを使った検査、いろんな検査をして、手術の時にどれぐらい筋肉をこう切って動かすかっていうのを決めるための、資料取りを、半年間かけてしていました。そして次の年の2019年2月の8日に私は斜視の手術、今回は右目の手術をしました。斜視の手術はですね、眼球を支えている筋肉を切って動かすという手術なので、何回も行える手術ではありません。私の場合は左目がもう手術されている状態だったので、今回は右目をやることにしました。基本的に斜視って両目に出るんですけど、片目を手術することによって両目とも治るらしいです。私の場合も今回右目を手術したんですけど、しっかり両方治りました。術中はどんな感じだったかと言いますと、まず最初に点眼麻酔、目薬のような麻酔薬を目に入れられます。それが入るとだいぶボヤボヤしてくるんですけど、全く痛くなくなるわけではなかったです。
その後に注射で目に麻酔薬を打ち込みました。これがものすごく痛くて、表現するならば眼球を指でグーッと押されてるようなグーって感じでした。もうめちゃくちゃ痛くて、私は手を挙げました痛いですで、手術中も何度か痛い時があって、何回かそのグーっていう麻酔を追加されました。で、手術自体は1時間ぐらいで終わって、入院とかはなく即日帰りました。この時は運転もできないので、お父さんに迎えに来てもらいましたで、この手術のレポートをいつか動画にしようとずっと思ってたので、手術当日から何日間かずっと術後の写真を撮り続けていました。なので今回はちょっとそれをご紹介します。若干グロテスクな画像なので、ちょっと苦手な方はスキップしてもらった方がいいかもしれないです。はい。ではこちらの写真をご覧ください。どうぞ。これは手術当日の写真です。眼帯をずっとつけてたんですけど、鎮痛剤を飲んでも痛くてしょうがないような状態でした。もうこんな手術は二度としたくないって思った日でした。これは手術をした次の日の写真です。初めて眼帯を外して鏡を見て、自分の黒目がまっすぐ前を向けてるってことにすごく感動しました。目だけ拡大するとこんな感じです。もうかなり目の中が真っ赤になってて、結構グロテスクスでした。こちらは術後2日目の写真です。もう前日と変わらず真っ赤な状態でした。非常に分かりづらいんですけど、白目のところを6箇所ほど糸で縫ってあります。そのため目の中にずっと糸玉があるような状態で、常にゴロゴロしているような状態でした。こちらは術後3日目の写真です。相変わらず赤いような状態です。痛みがなかなか取れず、目だけじゃなくて頭痛がするような、そんな痛みが続きました。こちらは術後4日目の写真です。なぜかまぶたが腫れてきてしまいました。この日から仕事に復帰していますが、コンタクトは1ヶ月間つけられないので、メガネを着用して仕事をしていました。こちらは術後1週間後の写真です。まぶたの腫れはまだ取れてません。目の中も真っ赤です。目の中の糸玉が本当にずっとゴロゴロ気になってしまって、なんかすごく気持ち悪い感じがしてました。こちらは術後10日目です。だいぶ赤みが減ってきました。そして縫ってある糸が自然に溶ける糸なので、糸玉が少しずつ消えていきました。こちらは術後2週間後です。赤みはだいぶ引いて、全体的にちょっとピンクかなっていうような感じでした。この頃になると頭痛とかは特になくて、残っている糸玉のゴロゴロ感だけ気になるような状態でした。はい、ついにこちら術後1ヶ月です。目の赤みはほとんど取れて、目頭側だけちょっと赤みが残っているような状態でした。こちらは術後1ヶ月と1週間後です。完璧に糸が全部溶けましたので、久々にコンタクトをつけてみました。調子に乗ってメイクもしてみましたもう全然目の違和感とかはなかったです。一気に飛んでこちら半年後、ご覧の通りまっすぐ前を向くことができています。術前と比較してみるとこんな感じです。こうやって見るとものすごい痛い思いしたけど、手術はやってよかったなと思います。ちなみに手術は、保険が適用されるので、3割負担で3万5,000円ぐらいでできました。はい、手術の術後の経過はこんな感じでした。今はですね、手術をしてから1年以上経過してるんですけど、特に後戻りとかはしてないような状態です。ただ私は1回手術をして1回後戻りをしているので、後戻りがしやすいだろうと言われています。できれば一生このまま戻らないといいなとは思うんですけど、ちょっと疲れてる時とかは若干黒目がずれる時はあります。ただ手術の前ほどではないので、まあいいかなと、許容範囲かなという感じですね。斜視自体は治ったんですけど、カメラ目線をするっていうのがまだちょっと苦手でして、どうしてもなかなか克服できないところであります。私の動画を見てもらうと分かるんですけども、ほぼほぼカメラ目線じゃないです。はい。ずっと24年間カメラ目線っていうものができずに、独自の見方みたいな、独自の見方みたいなのが出来上がってしまってて、普通の人みたいにカメラを見るっていうことが難しいんですよ。
あとはどうしても昔からの名残でですね、人の目を見て喋るっていうことも苦手です。別に悪意があって目を見てないわけじゃないんですけど、どうしても人の目を見るっていうのがなかなか難しいです。今までやっぱ自分自身ではまっすぐ見てるつもりだったけど、相手からするとどこ見てんのとか変な方向向いてるよって言われることが多くて、それが真相にあるというか、未だになかなかちょっとまだ直せないような状態ですね。生温かい目で見守っていただけるとありがたいです。はい、ということで、この動画が斜視に悩んでる方のお役に少しでも立てれば嬉しいかなと思っております。はい、私自身もすごく長く悩んできたことなので、同じように悩んでる方が少しでも気持ちが楽になったりとか、手術を受けてみようかなっていう気になってもらえたら、なんていうのかな、少しでも心が軽くなったらいいかなと思います。はい、少しでもお役に立てたら嬉しいです。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで、せんちゃんでした。バイバイ。